はい、どうも、アメリカでパイロットをやっている秀樹です。前回の動画を見ていただけた方はわかると思うんですけども、今現在はですね、自分は機長の昇格訓練中でございます。一つ目の動画はですね、座学編だったんですけども、今回はプロシージャートレーニング編にしましょう。プロシージャートレーニング、手順の確認って言ったらいいんですかね。それをやっていきます。どういうものかというと、こういう感じの簡易のシミュレーターがあるんですけども、全部タッチパネルで、これを使って実際に一つの空港から別の空港までの流れを全部確認していきます。実際に気象の情報だったり、飛行経過書を渡されたり、で、この多分シミュレーターの間にも何かしらですね、イマージェンシー系、緊急事態のこともやって、その飛行機を運航する上の手順もありますし、もちろん何か壊れたものが見つかった時とか、そういう時の手順もあるので、そういうのを実際にこのシミュレーターを使って流れを確認していくっていう感じです。で、今2日間休みで、昨日はですね、この準備をしていまして、で、今日は今から自分のバディの人と、会社に向かって明日から始まる訓練の練習とか予習とかをしていこうかなと思います。ただいま帰ってきました。朝行ったらですね、別のクラスの人たちがまだ使ってたんで、自分たちは昼ご飯食べるところがあるんですけど、そこにもそこの隅に簡易のコックピット模型みたいなのがあったので、そこで手順を確認して、で、1時からメイトリックスっていうもののシミュレーターが開いたので、そこで入ってですね、1から明日行く空港ですね、ソルトレイクシティからボイジー、ソルトレイクシー、それを交代で、自分が初めやって、で、後半を自分のパートナーがやって、全部一から準備していきました。だいたいこんな感じで来るだろうっていう感じで。でですね、それで結構もうね、その初めと後半で全部一個に通すんで、なんやかんやもう10時に来たんですけど、3時ぐらいになって、で昼ご飯ちょっとさっき食べて、遅めの。で、4時から明日か明後日にやる緊急のプロテジュン、何かしら飛行機からの警告のメッセージが出る想定して、何個かやったんですけども、全部やる時間はなかったですね。って感じで今日は終わりました。で、明日は11時半から、実際に教官と会って、多分初め2時間はブリーフィングして、今回やる内容を。で、明日の内容はもう主に A 点から B 点なんですけども、メインに暑い時、夏を想定したシナリオになってるんですよね。その暑い時にしないといけないものとか、つけてはいけないものとか、そういうのいろいろあるんで、それを想定したものでやると思います。はい。では、また明日。はい、おはようございます。本日から訓練3日間が始まります。今日は1日目で12時から2時間ブリーフィングして、で4時間、会員の締めで訓練です。では、行ってみましょう。はい、ですね、ただいま帰ってきました。いやー、いろいろ後ろが散らかってるんですけども、気にしないでください。長かったですね。教官の人と会って、で教官の人はですね、女性の方でしたね。で、2時間ブリーフィングして、今日のやる内容の、主に話して、で、2時間終わったら、そこから順番に、夏のその運行の設定で、今回はですね、ものすごく気温が高い日の、フライトを想定して、訓練したんですけども、ソルトレイクシティからボイジーに行って、でボイジーからソルトレイクシティにまで帰ってくるってこの2本で、自分が初めキャプテンとして飛んで、自分のバディが副操縦士役をして、で帰りはスイッチするみたいな感じで、暑い日の時のその注意するところとか、暑い時に出るメッセージですね、コーションメッセージとか、今回CRJ200 の手でやってたので、CRJ200 って本当にエアコン、AC が全然効かないんで、なのでその時のキャビンをできるだけ涼しくするための、テクニックじゃないですけども、いう感じですね。
はい。で、自分もね、今回やったんですけど、やっぱ座るとね、練習では何回もできるんですけど、やっぱ実際にそこに行って左に座ると、自分今回ですね、何個か、2個かな、2個ぐらいスイッチを、押し忘れましたね。それ以外は、うまくいったかなって。で、自分のバディもうまくいったかなという感じですね。特に何も問題なかったです。はい。で、明日は今度は寒い日ですね。冬場を想定したフライトになるので、飛行機に氷とかがつかないようにするために、エンジンと翼の前にアンティアイスシステムがあるんですけども、要するにエンジンからの熱い空気で、その翼の前縁部分とエンジンのこのインレットの部分、そこを温めるんですよね。それをどのタイミングで使うかっていうのは全部マニュアルで書いてるんですよ。何度以下で、どういう条件下でって。はい。それを明日やる予定ですね。あとは D アイス、アンティアイスね。もし氷ついてたら、それを剥ぎ落としていかないといけないんで、それのプロシージャーだったりしていきます。今日はそんなもんかな。で、3日目にこれのテストがあるわけですよ。で、別に完璧に、なんかが逃したとしても、後で自分で気づけば全然問題ないですし、完全に逃したとしても、フェイルにはならないみたいですね、教官曰く。よっぽど、もう完全に頭真っ白になって、もう何しちゃいかわからんってなって、明らかにこのフロー手順とかがぐちゃぐちゃだったらあかんすけど、多少1個とかやったら全然問題ないみたいです。大体の人は普通に完璧に覚えていくと思うんで。そんな感じですかね。なのでまた明日も頑張りたいと思います。もうレビューは大体、ホテルの晩待ってる間に終わらしたんで、もう大丈夫かなと思います。では、今からご飯食べて寝たいと思います。ではまた明日。おはようございますって言ってももう昼の12時なんですけども、このプロシージャートレーニング2日目でございます。今から行く前にちょっとだけでも昼ご飯食べようかなと思います。昼ご飯は本当にもう質素なものでございます。サラダにシーザーサラダかけてお米とお茶漬けでいきたいと思います。米ですね、炊飯器ないんで鍋でやっております。ちょっとできてきましたね。米ができました。うまくできてんじゃね？ちょっとまだ蒸せば多分感じになるんちゃう？ちょっとでもね、急がないともうそろそろ出ないといけないんですよ。これはですね、Amazon で買ったものですね。ちょっと多すぎた？やろう。これと、あと米です。感じちゃう？感じちゃう？ちょっと急がなあかん、ほんと。で、このご飯は、また夜、何かと食べたいと思います。で、ケトルがないんで、このコーヒーマシンに水を入れて、温かい水を、このお茶漬けに注ぎたいと思いますね。お茶漬けは、これはね、日本食いっぱい売ってあるんですけど、カリフォルニアには。日本食スーパーが、オンラインで配送までしてくれるというサービスをやってて、めっちゃ良かったですね。で、ある一定以上買えば別にそんな値段高くなかったんですよ。普通の、正規の値段だったんで、めっちゃええやんと思って、わざわざ買いに行く必要ないと。これを米の上にかけます。注ぎ込む。いいんじゃない？夜ご飯ちゃんと食べよう。サラダ。野菜完食。ごちそうさまです。美味しくいただきましたね。美味しかったです。やっぱ日本食いいっすね。今から向かって今日も1日6時間長いですけども頑張ります。はい。ではまた後で。はい、皆さんお疲れ様です。ただいま終わりました。もうめっちゃお腹空いたんで、もうシャトルバスで帰ってる最中にもう速攻でドアダッシュしました。ドアダッシュっていうのは Uber Eats の同じようなやつです。頼んだのはビーフグリーンカレーとそれで春巻きを頼みましたね。はい。で今日は
まあ、12時に来まして、また2時間ですね、同じ教会やったんですけども、女性の方、その人と冬場を想定した、シナリオで、まあ、いろんなことがあるんですけども、まあ、それを確認してですね、2時間後に、まあ、実際にやるという感じですね。で、初めは自分のバディがまず行って、昨日自分が初めに行ったんで、今日は自分のバディが初めに行って、このポートランドですね、ポートランドがシアトルまでそうですし、短いフライトなんですけども、短いフライトなんで、まあ、忙しいんですよ。で、しかもかつ着氷のことがあるから、ね、いろいろタスクっていうか、やることも多くて、このピーナッツバター。ピーナッツバターじゃない、このね、ピーナッツの入ったタレですね、2つも。はい、うまそう。しっかり野菜も入ってる。と、ですね、ビーフグリーンカレーにして、で、米頼めるんですけど、自分はこの、スチーム野菜にしました。まあ、なんでかって言ったら野菜食べたいんで、まあ、このスープにも結構野菜入ってるみたいですけどね。中にも結構、野菜入ってるみたいですね。ナスビとかいろいろ。で、これが野菜で、野菜と。この野菜にスープをかけても、まあ、美味しくいただけると思うんですけども、今日は昼にね、この米を作ったので、これに入れればええやんっていうことを思いつきまして、そうしました。キノコと、ピーマンも入ってんな。あとは何やろ。パプリカも入ってるし、タケノコも入ってますね。これを入れたいんやけど、これ絶対こうしたらこぼれちゃうよな。なので、少しずつ入れていきたいと思います。でね、これ、なんか日本のカレーと違って、やっぱ、とろみがないですよね。なんで、今これ入れてるんですけど、めちゃくちゃ、もうスープが吸い込まれていくっていうか、スープが吸われていきますね。これいっていいと思う？おー、意外とうまくいった。大体こういうのね、こぼしまうんよな。で、今日は一発目そのバディがやって、で、帰りが自分が今度シアトルからポートランドみたいな感じで、で、今回は自分の方がちょっと楽な感じだったんですよ。楽っていうか、複雑じゃなかったんで、ブリーフィングとかもシンプルでいけるやつでした。まあ全体的に良かったですね。はい。一つミスったんです。プロシージャーのその手順のところで一つ逃しちゃったんですよ。昨日できてたのになぜか今日逃したやつがあって、まあそれがなんて言ってるんですかね、その FMS というコンピューターがあるんですけど、飛行機のコンピューターをいろいろぶち込んでいくんですけど、その基本的なデータがあるんですよ。この飛行機の重さはいくらですみたいな。で、その重さっていうのは本来実機では絶対に同じなんですよ。チェックする必要はあるんですけども、変わってる必要はないんですね。誰かが意図的に変えない限り。でも、まあ、これは訓練なので、数字がちょっと違うんです。だからそれを確認して、違う数字だったら正しい数字を入れるんですけど、そこを逃しちゃったんですよね。はい。まあ、それ以外は大丈夫でした。だからずっとやっててもね、やっぱりなんかどっか逃してんじゃねえかなっていう感じがするんですよ、常に。でも、まあ、許可よく大丈夫だったので、まあ、良かったかなと思います。では、いただきます。意外と辛い。なんかマイルドってあって、前回何の料理か忘れたけど、マイルドでしたら全然辛くねえなと思って、辛くなかったんで、ちなみにマイルドがレベル2で、レベル2にしたんですけど、ちょっとピリ辛でうまい。日本人のピリ辛よりちょっと辛いかも。やっぱココナッツの味がしっかりして甘みが強いです。でもこれが美味しいんです。日本人の中には甘いカレーとか甘い料理は好きじゃない人もいると思うんですけど、自分も実際そうでしたね。ちっちゃい時とかフィリピン行く時タイの飛行機使ってたんですけども、多分安いからなんでタイの料理基本甘めなんですよ。そんな自分好きじゃなかったです。でも今はめっちゃ好きです。はい。野菜も入ってるし、ええんちゃう？まずこれから食べるべきでしたね。ちなみにこれ9ドル。何ぼ ?1400 円。まあまあするんやんっていうな。で、このカレーが17ドルなんで、まあ、2300円とか2400円。なのでトータルでだいたい3000、トータルで3500円。で、チップとかいろいろ入れてくると変わってきますね。しかもこれ切られてないっていうな。丸1本。これ、そうやな。これ明日の朝ごはんとかにもできるやん。で、このタレと一緒につけて食うと。太ないですかっていう。ちょっと野菜多ないっていう。もっと圧縮できたんちゃうかって。だいたいいつもなんかこういうスプリングロールとかって春巻きってちっちゃめなんですけど、こうなんかでかいんですけど。サレをすった時、そうですね。それだけ逃して、それ以外は全然問題なくて、
離陸してって、ただの景色とかなくて、本当にもうケーキだけなんですけど、ケーキだけ飛ばしてって、着陸するときも常に氷ができやすい環境下にいるんで、着氷しないようにスイッチがあるんですけども、そのスイッチを押すと、翼の前縁とエンジンの周りにアンチアイス、着氷を防ぐものがあるんですけど、そこに熱い空気が流れてるんですね。それで防ぐんですけど、それをつけた状態で、地上まで行って乗り終わったって感じですね。はい。で、結構自分たち早く終わったんで、30分ぐらいかな。早く終わったんで、明日の自分練習しておきたいところを何回も練習したって感じです。明日はテストだけで、明日はまだ多分2時間ブリーフィングして、で、テストやるんですよ。で、1人ずつやるんですよね。で、この電源切れてる状態から、目的地に行って電源を切るまでで1時間以内に終わらせないといけないんですよ。それが終わらなかったらパスしない、フェイルという風になるんですけども、実際にフライトはしないんですよ。なんで地上滑走しますって言って一瞬で滑走路の手前まで行って、でそこから離陸しますってなったら、実際に離陸はせずに、はい、目的地の空港に着きました、はい、滑走路降りました、でそこからまた手順があるんでそれをやっていくって感じです。なので飛行機をつける時のチェックリストやって、つけた後の手順で、次の手順、エンジンかける前の手順、滑走する前ので、その間にも手順があって、で離陸前の手順、そのフライト全部飛ばして着陸してからの手順で、ゲートに着いてからの手順で、飛行機をシャットする手順でいってあって、それを1時間以内に終わらせないといけないみたいで、自分は今日、それだけを見たら55分だったんで、今日はしかもなんかブリーフィングとかも入れたんですよ。乗務員とのブリーフィングとかそういうのも入れて、それだったんで、明日はそれする必要ないよみたいな、とりあえずしますっていうことだけを言えばというふうに言ってたんで、もっと落ちた。で、教官も言ってたんですけど、完璧であればいいですけど、多少逃したぐらいで、後で自分で気づけば問題ないし、逃したとしてもブリーフィングできるよって、やっぱりなんかいっぱい逃したりしてたら大丈夫っていうふうになるみたいらしいです。なるみたいらしいですね。自分のシミュレーターの時間が12時から6時で、本当この時間選んでよかったなと思います。で、自分たちも12時から始まって6時に終わるんですけど、それでもやっぱ疲れるんですよ。なんか後半の方、って長いなと思って。で、一番嫌なのはやっぱ8時ですね。夜8時で、朝4時、朝8時、12時、4時、夕方の4時で夜8時のこのシフトなんですけど、夜8時の人はだから終わるの朝の2時なんですよ。絶対に嫌や。でも常に夜更かしをしてると、その体内サイクルでしてたらいいんですけどね、この1週間ずっと朝をね7時とかに起きて、いやー絶対しんどいやろうなと思います。残りカレー食べて終わりたいと思います。また明日皆さんおやすみなさい。おはようございます。プロシージャートレーニング、3日目でございます。最後のテストの日ですね。抜けてるところ、忘れてるところあるかもしれませんが、目標はノーミスでいきたいですね。じゃあまた後で。はいどうも、今帰ってきました。結果はなんと無事にテストに合格することができました。はい、練習通りって言っていいんですか。まず2時間ブリーフィングして、で自分が先に行ったんですけども、そうですね、手順自体は全部間違わなかったです。なんかずっとやってる最中はなんか逃してないかなみたいな、大丈夫かなみたいな感じで、次の工程に行く前に何か忘れてないかなみたいな感じで何回も考えてやったんですけども、教官曰く忘れてはないと、何も逃してないというふうには言われました。ですがね、一応シナリオでソルトレイクシティからグランドジャンクションという空港に行きますよという体で、ソルトレイクシティから地上の管制官にコンタクトして、ゲートからプッシュバックして、で滑走路が変わったんですよ。3-4ライトが3-4レフトに変わると、いろいろとね、飛行機のパフォーマンスとかコンピューターとかもアップデートしないといけないんですけども、それは全部アップデートし終わって最後に変わったところをブリーフィングしないといけないんですけども、自分はそのホットスポットっていう場所が空港にはあるんですけども、大体の大きい空港にはホットスポットっていうのは、過去に事故が起きた場所とか、インシデントが起きた場所とか、パイロットがミスしやすい場所とか、いうのがありまして、でそこをですね、自分がブリーフィングし忘れてて、地上滑走し始めた瞬間に、ホットスポあるって気づいて、自分そこですぐブリーフィングしましたね。なので、後でミスをキャッチできたという感じでした。で、厳密に言ったらそこのアイテムも一応手順の流れの一つなので、言ったらそこが、ミスですね、一つの。それがミスりましたね。
その後はもうスムーズにいって終わったっていう感じです。その次はバディがいて、バディも無事も通りまして、で残りの2時間をスポットトレーニングって言って、テストとかではないんですけども、なんかシナリオベースでこう実際に緊急事態を想定してやってみるというものでした。1つ目が補助動力装置、お尻にある補助動力装置がないという状態で、本来はその補助動力装置から元気をもらうんですけど、それがないので地上から電気をもらうんですけども、普通であれば地上から電気をもらうグラウンドパワーっていうものがあるんですけども、それも壊れている状態っていう前提で、そうするとジェットブリッジ、お客さんが乗るジェットブリッジから電気をもらうんですよね。でそれをもらっている状態なので外すことができないです。それを外しちゃうと飛行機全部なので、そのジェットブリッジつないだ状態でメインキャビンドア開いた状態でエンジンをかけないといけないというシナリオですね。で地上からも空気を送ってもらって、それでエンジンをかけるというものになります。手順が変わっていくんですよ。ちょっと簡単に言うとそんな感じになりますね。2つ目が油圧系統です。油圧系統が3つあるんですけども、この CRJ にはそのうちの2つが壊れてしまうと、1つだけという状態のシナリオ。本来2つとか3つで動いていたものが1つだけになるんで、効きが悪くなりますし、油圧システムの中でも特に失いたくない、油圧系統を失うという設定で、そのせいでタイヤが、マニュアルで出さないといけない、ブレーキもほぼない状態、アキュームレーターといって、そうですね、そのプレッシャー、油圧を一時的に溜めておくものがあるんですけども、それも自動的に抜けていくんで、それだけみたいな。それと、あとそうですね、ノーズステアリングとか、その飛行機が着陸してから右行ったり左行ったりするためのステアリングですね、それがない状態とか、他にもいっぱい失うんですけど、それを実際にキャプテンとして飛ばして、でそれが起きた時に操縦桿を副操縦士に渡して、キャプテンが全部そのチェックリストをやるみたいなことをやりました。で3つ目がですね、電気系統が全部なくなるっていう、シナリオですね。なのでジェネレーター、メインの発電機が2つあるんですけども、それが2つともダウンして、で補助動力装置にも発電機があるんですも、補助動力装置自体が壊れているって前提なので、その続きなので全部ない。そうすると ADG というものが降りてくるんですよ。飛行機の先端の方にあるんですけど、こうやってそうですね、風によって回って電気を作ってくれる発電機、それだけで、飛行機を操縦するというものになります。なんでもうキャプテンの方にしか電気系統、必要最低限のものしか使わない。で操縦系統も必要最低限っていうものになります。そういう状態で着陸をするというシナリオをやりました。それで終わったって感じですね。動画は以上になるんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと本当ね、喋りしかないんで、あまり面白くなかったかもしれないですけども、いかがだったでしょうか。で、次回からは本格的なシミュレーターに移ります。皆さん動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。次はデンバーです。See ya!